おはようございます。たかしです。本日は8月29日木曜日、ただいま9時27分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップの基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。ポンド円は相変わらずという感じですね。ここのところなんですが、一度大きく下落して、そこから反発上昇、そして 61.8% のこの黄色の点線に接触して、そこからだんだんと値動きが小さくなってきているのがわかりますよね。ローソク足のサイズを見ていてもわかると思うんですが、昨日とか一昨日とかこの辺ずっと小さいですよね。それまでは比較的大きめに動いていたものが、ここのところかなり煮詰まってきているのがわかりますので、これを抜ければ大きく動く可能性があります。基本的には今、日足は下落トレンド中ですので、この下落トレンドの流れに乗っていくという考え方ですね。今、GMMA の青帯、下向きですので、基本は下落トレンド中です。ただ、現在はストキャスティクス方向感がありませんので、このままダラダラと横ばいの動きを続けていく可能性もありますが、そろそろ煮詰まってきた感がありますので、ここから上に抜けるのか、下に抜けるのかっていうところを見ておきたいですね。では、4時間足です。4時間足は相変わらずですよね。この上がったり下がったりという方向感のない動きを続けております。ただ先ほど言ったように、ここのところ、ここ最近のこの動きですね、この値幅に対して昨日の動きがちょっと小さくなってきた感がありますので、そろそろここから大きく動く可能性、先ほど日足で言ったように煮詰まってきておりますので、ちょっとここからの動きは警戒が必要ですね。どちらに抜けるかがわかりませんけれども、大きく動く可能性があるというところです。インジケーターは方向感がありません。現在のところ4時間足ではレンジなので、このレンジを小さな時間軸でトレードしていくことになりますが、昨日の動きを見ていてもかなり分かりにくくなっておりますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足には赤い水平線、そしてこの黄色の点線ですね。このあたりが意識されているのが分かります。今までの動きを見ていても、この辺付近っていうのが意識されてますし、昨日もここ、現在ちょうど反発してきているこの赤い水平線が意識されておりますので、本日ここからこの赤い水平線 190.4 付近を下抜けてくると、次このあたりまで 189.6 付近までの下落が考えられますし、ここを下抜けられないようですと、ここから再びこの黄色の点線を目指して上昇していく可能性がありますので、その辺は注意が必要です。直近では基本的に上がったり下がったりという方向感のない動きをしておりますので、こういう水平線とかまで引きつけてトレードしていくってことが大切ですね。逆に言うと、それ以外のところではトレードがしにくいということです。昨日の高値なんかも意識されてくると思いますので、この辺も水平線引いておいてもいいと思います。こんな感じですね。ですので、この辺の水平線にアラートを仕掛けておいて、そこまで到達すればそこからエントリーを検討するっていう、そういう考え方でいいと思います。トレーディングビューでアラート簡単に設定できますので、良ければ URL を概要欄に貼っております。無料登録ですので、良ければ一度登録してみてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も相変わらずですよね。じりじりと上値が重く高値を切り下げてきている状態です。現在は GMMA の青帯に一度接触してからの下落を考えていたんですが、そこすらできないという、そのくらい売り圧力が強くなってます。ただストキャスティクスは安値圏にありますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足を見ていただければわかりやすいんですが、GMMA の青帯で上値を抑えられてずっと下落してきてますよね。ですので GMMA に接触しては下落っていうことを繰り返しているので、昨日も GMMA 接触からの下落になっております。なので本日はこの下落が継続するのかどうかっていうところに注目ですね。ここを下落できないのであれば GMMA の青帯を超えてくる可能性があるので、そうすると 146.5 付近、この白い水平線付近、このあたりまで上昇する可能性があります。基本的には下落トレンド中ですので、上がったところから売っていくっていう戻り売りがやりやすいとは思いますが、先ほどの日足を見ていただいても今は結構安値圏にありますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足、こちらも赤い水平線を何本か引いております。この水平線が意識されているのがわかりますよね。このあたりがずっと意識されてます。この白い水平線なんかもそうですが、ですので昨日の高値を仮に上抜けてきたとしても、すぐ上には 145.4 付近というこの赤い水平線があるので、このあたりが意識されて、例えばここから上昇していたとして、この昨日の高値を上抜けたとしても、この赤い水平線付近から下落するっていうことも考えられるので、
で、上昇方向についていく場合は、その上昇の初動を狙っていく必要がありますよね。ただ、下落方向も同じで、結構今安値圏にありますので、あまりどんどん下落するっていうイメージはありませんので、今言ったみたいにこういう水平線に引きつけて、そこからの下落を狙うとか、そういうことをしていかないと、その中途半端なところでエントリーすると、どちら方向に動くかが分かりにくい。今のところずっとそうですよね。一応徐々に高値は切り下げてきている。先ほど4時間足の GMMA がここに走っていたので、高値は切り下げてはきているんですが、その上昇と下落の幅が結構大きいんですよ。なので下落したと思ったら結構大きく上昇して、大きく上昇したと思ったら大きく下落してっていう、昨日なんかもそうですけれども、結構この中で上下の幅が大きいので、しっかりと例えばこういう水平線付近、現在ですとこの赤い水平線がここ意識されてますよね。昨日もこの辺意識されているので、そこから今は反発してますが、こういうところを狙っていかないと、中途半端なところで上昇し始めてからここで飛び乗りみたいなことをすると、すぐにこの高値からの下落に巻き込まれたりしますので、その辺は注意が必要ですね。そのくらい分かりにくい相場になっておりますので、例えば昨日の高値とか、直近の高値とか、この赤い水平線とか、この辺の白い水平線もそうですが、そのあたりまで引きつけて戻り売りをしていくと、勝率の高いトレードができると思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。